皆さんこんにちは、平松浩二です。今回は石付き盆栽ということをテーマに皆さんと勉強していきたいと思いますのでよろしくお願いします。今回用意したこの石なんですけども、揖斐川石といって岐阜県の石になります。非常にですね表情豊かでですね、これ石自体非常に古い石になります。石付き盆栽、初心者の方から上級者の方まで手軽に楽しんでいける盆栽だと思います。今日の日付が9月27日ですので、秋の成長期ということで、今回この石付きということをテーマに選びました。それでですね、当然この石付き石ですね、石自体正面というものがございます。こうぐるっと回してみます。一応私今回ですねこちら側正面ですが、これは後ろ側になります。後ろ側にも非常に石の動きっていうものがあります。今回こちら側ですね、こちら側を正面に選んだ理由、ここの真ん中どこですかね、ここの空間奥行きというものが非常に感じられるということで今回こちらを選びました。またつける木によってですね、そのどの場所につけるかというところがこの石付き盆栽非常に重要なところになります。今回ですねこちらここの部分、特にここの部分ポケットみたいな感じでちょうど木が植わりやすい部分があります。でですねこの正面から見た場合、この後ろ側から少し覗く感じの方がですね石付き盆栽をする上で非常に大事なポイントかと思います。で石付き盆栽、当然ですね木をですねこの石につけてやるということなんで、基本的にはこういう針金、ホームセンター行けばですねこういう2種類を配合してですね、混ぜてやって固まるという非常に便利なボンドありますから、こういうので、もうすでにこのように針金大体3箇所ぐらいですね、2箇所から3箇所ぐらい盆栽がしっかり止まるようにすでに針金は固定してやっております。1時間程度でこのボンドですね固まりますので非常に便利だと思います。で今回ですねこちらにつける材料をこの時期ですのでまだ松は早いということで心拍をつけていきたいと思います。石付きをする場合ですねこういう少し高さのある木、こういう場合はですねやはりこういう県外樹形の心拍をつける方が自然を表現するということで非常に便利だと思います。こういう高い木にですね直管みたいなまっすぐな木を植えてやることもあるんですが、基本的にはこういう県外樹形の方が非常に風景が出しやすいということで今回これを選択しました。この心拍なんですけども当然表裏あります。この心拍の場合ですねどちらからでもですねこの幹の動き作ることができます。ただ今回ですねこちら側につけたいということでこちらの正面に選択しております。もしですねこちらの表情が好きな方がいればですね当然心拍もこちら側
反対側ですね、を正面に作っていきます。心拍非常に便利な種類で、こういう両方から使えるというところが心拍のもう一つのメリットかと思います。ということで早速この心拍をつけたいのでこの心拍の作業をしていきたいと思います。で、その何をつけるかという選択なんですが、この石に対してこの木の大きさですね、この石に対して、ボリュームがある木を持ってきても両方が、木の方が大きすぎるとこの石を殺してしまいます。この石とこのつける木のバランス、大きさのバランスですね、そこも非常に大事なポイントとなっていきます。では早速この心拍の方作業に入りたいと思います。それではですね、皆さんによく分かるように、私のイメージですね、を皆さんに説明したいと思います。今回この石突き左流れをつける予定です。こちら正面です。こういうぐらいの角度、特にですね、自然の風雪に耐えた厳しさを表現するのにこの懸崖樹形非常に適した樹形になります。こういうつける角度ですね、こういうまっすぐにつけるか少し垂れ下がったようにつけるか、それはこの石とのバランスですね、こちらの空間こちらをある程度埋めていきたいということでこのように垂らした方がですね、自然の風景表現しやすいということでこのぐらいの角度で作ろうと思っています。それで最初に説明した通りですね、この石とこの木のバランス、大きさのバランスですね、大きさのバランス、こちらが大きすぎるとこちら石を殺してしまう、こちらが小さすぎると石の方が強く見えるということで、そこの大きさのバランスつける木と石とのバランスですね、大きさのバランスということも非常に大事なポイントとなります。今回私のイメージとしてですね、もうすでにこの心拍こちらに素晴らしい陣がございます。この心拍も石も生かすということで今回この部分も外してですね陣にしようと思っています。この部分を外すことによってですねこの心拍小さくコンパクトにできると思います。小さくコンパクトにすることでこの石との大きさのバランスですね、その辺が特に私にとってはその大きさのバランスが非常にいいということで今回こちらの部分を陣にしてですねこちらの部分でまとめたいと思います。